こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はもっと詳しくということで、年次有給休暇について解説をしていきたいと思います。年次有給休暇の消化義務化がもうすでにスタートしておりますけれど、こちらは1日もしくは半日単位が対象という形になっております。時間単位の年次有給休暇は企業の任意という形になっております。したがって、この時間単位での年次有給休暇の制度を導入していない会社も多いかと思います。ただ、そろそろもうこの時間単位でも始めていかないという形になっております。今後ですね、さらに上限が緩和をされる流れになってきそうという形になりますので、まずは時間単位の年次有給休暇の制度について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、年次有給休暇の概要全体をざっと見た上で、今回ご紹介をする時間単位の年次有給休暇、年給制度について解説をしていきます。そして、この時間単位の年次有給休暇に関しましては、今後法改正が予定をする議論が出ております。まだ詳細固まっておりませんが、さらにですね、今後時間単位の年次有給休暇が拡大をする流れになっておりますので、注意が必要です。そして最後に注意点とまとめという形です。まずは年次有給休暇制度の概要という形で、年次有給休暇の趣旨ですけれど、こちら結構ですね、年次有給休暇のトラブルの時にはこの趣旨非常に大事になってくる部分になります。労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持倍増を図るため、そしてゆとりある生活の実現というために、法定休日の他に毎年一定日数の有給の休暇を与える制度という形になっております。そしてその要件と効果につきましては、雇い入れの日から起算をして6ヶ月間継続勤務。そして、全所定労働日の8割以上の出勤に対して、原則として10日の年次有給休暇が付与されるという形になります。出勤の状況によってはですね、10日より少ない方もいらっしゃいます。比例付与という形になりますけれど、原則としては普通のフルタイムの正社員の方の場合は10日という形になります。そして、取得の単位ですけれど、原則1日、そして会社で就業規則等を定めた場合は任意で半日単位という形になっております。そしてさらにですね、時間単位というのも可能ですけれど、こちらは会社で労使協定を締結する必要があるという形になっておりますので、労使協定を結んでいない会社については時間単位の年次有給休暇の制度は活用できないという形になります。また、年次有給休暇につきましては、10日付与された方は5日消化義務という形になりますけれど、この時間単位はその消化義務のカウントには対象外となるので注意が必要です。では、この労使協定が必要な年次有給休暇の時間単位ですけど、どのくらいの割合の企業が導入をしているのかと言いますと、企業の導入率としては 25.9% という形になっております。一方で、勤務先で従業員の方に時間単位の年次有給休暇の制度の導入ですとか、適用希望に関するアンケートを取ったところ、50.6%、約半数の方が、この時間単位の年次有給休暇の制度を望んでいるという状況で、かなり今現状の企業の導入状況と希望のギャップというのが大きいという形が分かっております。では、この年次有給休暇、時間単位を導入しない理由ですね。一番大きいのは管理の煩雑さというところになりますけれど、一番多いのが勤怠管理が複雑になるからというのが 50.3%。そして今現状半日単位の年次有給休暇の制度があるからというと会社が 46.8%。また、給与計算が煩雑になるからということで 39.3% が導入をしていないと回答しております。また、
一方において、深刻な人材、人手不足といったところがありますので、働きやすさの向上を通じて採用競争力を高めたいと思う会社が増えてきている中で、今後ですね、時間単位の年次有給休暇の制度の導入の増加というのが予想されているという状況になっております。では、この年次有給休暇の時間単位導入するにはどうしたらいいのかというところですけれど、時間単位年給の導入の手続きですけれど、大きくは2つにステップが分かれてきます。まずはですね、就業規則等への記載をしてください。記載例につきましては今掲示しておりますけれど、大事なのはですね、フルタイムの正社員の方ばかりではないと思いますので、所定労働時間に応じた1日の年次有給休暇に相当する時間数を定めるというのが、運用後トラブル防止に非常に重要になってきております。7時間を超え8時間以下の人につきましては8時間という形になりますけれど、それ以下もしくはシフト制等の方につきましてですね、いらっしゃると思いますので、その場合の1日分の、相当する時間数というのを明記をしておいてほしいと思います。その上で、労使協定の締結という形になりますけれど、この場合、労働基準監督署へ労使協定を提出する場合、ことは、要しない、不要という形になっております。また、この時間単位の年次有給休暇の導入、一部の方を対象にするというのは、基本的にはできないと思っていただければと思います。一部の方に限定する場合はですね、その除く方が、時間単位の年次有給休暇を取得することによって、事業の正常な運営を妨げる可能性がある場合というところに限られておりますので、原則全員が対象と思っていただければと思います。そういった形で、それほど難しいステップではありませんので、年次有給休暇の時間単位というのはぜひ導入をしてみてほしいと思います。ただ、それによってですね、繰越の問題ですとか、給与計算の問題というのが出てきますので、そういった部分の事務手続きの煩雑さは出てきますので、そういった部分での準備も必要かと思います。そして今後の法改正ですけれど、2024年12月25日に出されたものですけれど、政府の規制改革推進会議で出てきたので、子育て、介護、通院のため時間単位で取れる年次有給休暇の上限について、今後、有給の日数を全体の 50% まで拡充するというふうに提言をしております。現状はですね、時間単位の年次有給休暇は繰越も含めて5日分までという形になっておりますが、今後はですね、有給休暇の日数全体の 50% という形で拡大が予定をされております。この法改正はですね、早ければ2026年、の国会提出になるという形で予想されております。今後ですね、こういった形で有給休暇の法改正も出てくる可能性があります。そういった場合はですね、今のうちからですね、勤怠管理方法の見直しもしておかなければいけない。そして、計画消化ですね、年次有給休暇の計画的付与というのがありますけれど、こちら、時間単位の年次有給休暇との兼ね合いどうなるのかといったところもあります。また、有給休暇の日数全体の 50% まで時間単位という形になりますと、今現状、5日の消化義務というのがありますけれど、そことの兼ね合いもどうなるのか。そして、今、非常に企業で問題になっているのが、繰越の波数の取り扱いの問題ですね。ここに関しましても、より問題が大きくなってくる可能性がありますので、そういった部分ですね、法改正の時にチェックをしてほしいと思います。で、最後に注意点とまとめになりますけれど、時間単位の一層の加速ということでですね、2025年4月からは、育児の時短就業給付というのが始まります。
短時間労働者等がですね、育児のために時短勤務をした場合、一定額を給付するという形になっておりますけれど、今様々なところで時間単位での対応というのが広がってきておりますので、年次有給休暇に関しても、それと合わせるような形で時間単位での取り扱いをしていく方が良いかと思います。また、先ほども解説でご紹介しましたけれど、年次有給休暇の消化義務というのは2019年からもうすでにスタートをしているという状況ですけれど、この消化義務の5日の中には、時間単位の年次有給休暇の消化というのはカウントされませんので注意が必要です。今後の法改正でもしかしたら変わるかもしれません。両立支援のニーズというのをですね、まずは自社の中で確認をしてほしいと思います。育児や介護、そして仕事との両立がしにくい職場というのは今後人材の確保が一層難しくなる恐れがありますので、今のうちから改善に取り組んでほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。